ご視聴ありがとうございます。今回は終演が近づくとある地方私鉄の車両のご紹介です。譲渡前の痕跡が色濃く残る車両の歴史と迫る引退までを車窓と合わせて解説します。天気が悪くなるのが好都合な理由とは一体何でしょうか。ここは東海道新幹線と東海道線が接続する静岡駅です。新幹線から東海道線に乗り換えて向かうのが今回ご紹介する車両が運行される路線の起点となる駅です。やってきたのは静岡地区ではまだまだ現役の211系です。ダイヤ改正前に名古屋地区を走っていた元セントラルライナーの車両313系8000番台が静岡地区を走るようになりましたが、それでもなかなか遭遇できないようです。ところが静岡駅を出ると7駅先の島田駅までの間で合計3回遭遇です。意外と本数は多いのでしょうか。一方その島田駅を過ぎると車窓には大河川が見えてきます。これが静岡県を南北に貫く川、大井川です。全長168キロのこの川は水量の豊富さで知られており、静岡の特産品であるお茶の栽培などにも活用されています。リニア中央新幹線の建設をめぐって揉めているこの大井川が今回ご紹介する車両、そしてその車両が運行される路線にとって重要な要素となっています。大井川を渡ってしばらくすると、さらに右側から別の線路が接近してきます。これこそが今回ご紹介する路線の線路です。上下線の間に線路が増え、全体が左カーブになると、間もなく次の金谷駅に到着です。上下線の間にある線路はかつてダブルスリップスイッチになっていたのですが、いつの間にか線路が減り、簡素な配線になっています。東京駅から200キロ余り離れ、すぐ西側にはトンネルがあるこの駅、乗車人員は2000人程度で、構内にはのんびりした雰囲気が漂います。一部の列車は隣の島田駅で静岡方面に折り返しており、輸送人員が減っていることが伺えます。そして別の路線への連絡改札が、この向かって右側にあります。それが、今回ご紹介する、大井川鉄道です。生産などがないときは、この乗り換え改札からそのまま入ることができますが、大井川鉄道の駅には、JR とは別個の駅舎もあります。大井川鉄道の路線は、ここ金谷を起点に 39.5 キロ離れた千頭までの大井川本線、千頭から 25.5 キロ離れた井川まで伸びる、井川線で構成されています。大井川本線は普通の鉄道ですが、井川線にはアプト式と呼ばれる、歯車を噛み合わせて走るタイプの車両が用いられており、直通運転は行われていません。この駅の時刻表は、土産物や鉄道娘のポスターがある売店の上にあります。時刻表はこの通り、日中は1時間から2時間程度の頻度での運行となっています。そして大井川本線では、一般列車に混じって SL が運行されています。大井川鉄道の SL は、かつてはこの金谷駅が始発だったのですが、金谷駅には電車代がなかったため、上りの SL は進行方向と逆向きでの運行となっていました。その後、2011年に隣の新金谷駅に電車台が設置されたことで、SL は新金谷発着となりました。ただし、今回の主役は SL ではありません。金谷駅のホーム自体は、一面一線のこじんまりとした設備です。そして線路の向こうから、今回乗る車両がやってきました。遠くからでもそれとわかる、オレンジと紺のツートンカラーに、独特な先頭部のスタイル。この車両こそが、今回ご紹介する、1997年に運行を開始した車両、16000系です。この車両は、1965年に登場した近鉄16000系を譲り受けたもので、近鉄時代の形式をそのまま引き継いでいます。97年に2編成4両が譲渡され、2002年にはもう1編成が譲渡されました。運賃箱をはじめとするワンマン運転対応設備が設置され、先頭部の表示器の表示内容が行き先から種別に変わるといった変化はありましたが、それ以外は近鉄時代のままとなっており、巨大なひし形パンタグラフや分散型クーラーが目立ちます。台車も近鉄の古めの特急車両によくある重厚な作りで、上り方の車両には抵抗器が並びます。モーターが搭載されているのは上り方の車両ですが、ここは先頭車両の一番前に陣取ります。窓は2席で1枚になっている一方、この部分には座席が1つしかありません。
この座席を含むすべての座席は手動で転換できます。なお、座席下のペダルを踏んでから回すのではなく、背もたれを直接持って回す方式です。座席は1両あたり60席あり、2両で120名の座席定員です。なお、製造時は両方とも64名が定員だったので、1列分撤去されたことになります。車内が混んでいてじっくり記録できないので、大井川鉄道の車窓も織り交ぜながら、乗客が減るまで乗り鉄していきましょう。折戸式の電車も随分珍しくなりましたが、大井川鉄道ではまだまだ現役です。なお、16000系の解説の続きが早く見たい方は、10分50秒あたりまでスキップしてください。東海道線の線路としばらく並走します。かつては線路がつながっており、両線を直通する列車も運行されていたのですが、直通列車は廃止され、貨物列車の直通もなくなったことで線路が分断され、現在に至っています。ただしそのような歴史があったため線路の規格自体は高く、全長 20.5 メートルの16000系をはじめ、重量級の機関車も入線できています。大井川鉄道は金谷駅を出てすぐに大井川を渡ることはなく、大井川の西側を走り続け、最初の駅、新金谷に到着です。この駅の構内には側線があるほか、転車台もあり、SL もこの駅から下り方で運行されています。この駅では、元南海電鉄の車両、21000系とすれ違います。しばらく市街地を走ると、変わった駅名が現れます。この合格駅、1927年に開業した駅で、元は五回駅という名称だったのですが、2020年11月に合格駅に改称されました。次は門出です。そして次にあるのが、その名も門出駅。この駅は、地元の交流施設に併設して設置された新駅で、合格駅とは500メートル程度しか離れていません。合格駅が改称されたのは、門出駅の開業に伴うもので、両駅の駅名を利用した PR 活動も行われるようです。乗降客がいないので、一瞬でドアが閉まります。一方、門出駅を出ると、いよいよ山間部に入ります。車窓には大井川が間近に見えてきますが、常に川の横を走るわけではなく、距離があることも多いため、川が視界いっぱいに広がる区間は意外と珍しいのです。そしてこの辺りから、大井川鉄道のハイライトが続きます。金谷から10駅の、ぬくり駅の手前にあるトンネルを抜けると、車窓には茶畑が広がります。ちょうどお茶の収穫時期ということで、すでに葉っぱのない部分もありますね。序盤のカットにあったカーブはこの先にあり、SL などの撮影地として有名な場所です。ぬくり駅を過ぎたところで、車窓にまた変化が出てきます。そう、次の川根温泉笹窓駅との間で、大井川を渡るのです。大きな川を渡るとき、橋梁が短くなるように川と直角に交差する線形にするのが一般的ですが、元が川と平行する線形で、直角に交差できるようなカーブを挟めなかったため、割と浅い角度で交差しています。この場所もまた、撮影地として有名な場所です。4駅隣の下泉駅で、この列車唯一の対向車両と行き違いをします。1時間16分で行き違いが1回しかないところに、この路線の本数の少なさが現れていますね。対向車両は、2015年に導入された7200系。元は東急の7200系で、2002年に青森県の十和田観光電鉄に譲渡された後、2012年に同線が廃線になったことに伴い、譲り受けた車両です。ダイヤモンドカットと呼ばれる独特な先頭形状は健在である一方、十和田観光電鉄に入線した際に反対側に平面運転台が取り付けられ、1両単位でも運行できるようになっています。ところで、なんだか天気が悪くなってきましたが、ここで沿線に登場するのが、6月下旬に見頃を迎える、例のあれ。そう、アジサイです。大井川鉄道の沿線にはアジサイが咲く場所がいくつかあり、次の田野口駅の周辺も、アジサイスポットとして知られています。晴れているよりも多少天気が悪い方が、アジサイが映えますね。この田野口駅はかつては2面3線の駅だったのですが、その後1面1線に縮小され、下り方の線路があった場所などにアジサイが咲く、今の姿になりました。
駅舎は展示スペースとして整備され、待ち時間も退屈しなくて済むようになっています。終点線図の一つ手前で、運賃箱にカバーがかけられます。線図には係員がいるので、運賃箱を使うのはここまでです。大井川本線は大井川を合計4回渡り、そのうち3回が線図寄りの区間に集中しています。金谷から1時間16分、終点、線図に到着です。この日は駅前でイベントが行われていますが、早めの時間帯ということもあり、構内の人は少なめです。向こうのホームに止まっているのが、ここから先に伸びる井川線の車両。窓を開けることもできますが、ちょうど雨が降ってきたので、少々残念な感じです。一方、折り返し列車の発車までは33分、誰もいない車内を見ながら、車内を解説していきます。車内に広がるのは一面のクロスシート、東海道線の211系とは正反対の車内です。つり革は一切なく、座席横には握り棒の類もないあたりに、座席指定特急だった頃の教示が感じられます。車両階には手洗いと洗面台、車内販売の準備室がありましたが、大井川鉄道では倉庫などになっており、トイレの扉などはそのままですが、使用できなくなっています。隣の車両に移ります。内装は前の車両と全く同じ。そう、こちらの車両にはモーターが積まれていますが、騒音が車内に漏れないようにするため、モーター点検用のトラップドアは省略され、走行音自体は隣の車両とそれほど変わらないものになっています。そしてこの編成の車両には、製造当初からデッキがありません。なお、近鉄では残っていた編成デッキを追加する改造が行われましたが、一部編成は対象外とされ、それらの編成は2013年に引退するまで、近鉄最後のデッキなし特急車として運用されていました。運転台はこの通り、水色をベースとしたこの配色も、近鉄時代からそのままとなっています。座席番号は上り方から付けられ、こちらの車両は5番から始まっているため、隣の車両と同じく、1列分が撤去されたことがわかります。撤去された1列分のうち半分は車椅子スペースとなっており、握り棒と固定用のベルトがあります。肝心の座席をもっと詳しく見ていきましょう。この座席は回転式なので、すべての座席を一方向に揃えることも可能ですが、線図駅で折り返すときに、4人分が極力向かい合うような配置に並べ直されています。座席自体は2人掛けである一方、座面と背もたれは1人分ずつ独立しており、特に座面はバネの効いた座り心地です。手で押したり実際に座ってみたり、映像でなかなか伝わらないのが残念ですが、このふんわり感が伝われば幸いです。なお、この座席は座面の横にある取っ手を引けばリクライニングでき、座面も手前にずれるタイプです。座席間隔はちょっと狭めですが、座席を支える脚台の下部が斜めに削り込まれているので、足を伸ばして座れます。一方、座席の背面のテーブルは撤去されたのか、テーブルの跡らしきものが残るだけになっています。物を置けるのは、窓の中央と3のところにある小さめのテーブルのみ。3のところにはカーテンがあるので、物を置くのは難しそうです。車内の紹介も終盤です。この車両、近鉄時代の車号プレートはそのまま残されています。製造は近畿車両。近鉄時代の車両番号をそのまま引き継いだこの形式、末尾の数字が3なのは、第3編成ということを示しています。そういえば他の編成を見かけませんでしたが、今日は運用入りしていないのでしょうか。そしてそのことが、この16000系を待ち受ける未来を示しています。譲渡された3編成のうち、第1編成は2014年に運用を外れ、中盤でご紹介した7200系に置き換えられて廃車となりました。一方の第2編成は、2018年に倒木の影響で第3編成が損傷した際、部品を提供してから旧車となりました。これら3編成には、座席周りなどに違いがあったのですが、すでに比べることもできなくなってしまいました。そして、16000系を置き換える車両は、すでに大井川鉄道に入線しています。それが、南海電鉄6000系を譲り受けた6000系です。2020年7月に入線し、まだ運用入りはしていませんが、この16000系を置き換える予定とされています。なお、6000系が入線した後、休車中だった第2編成が解体されていますが、もともと第2編成抜きで運用を組んでいたことを踏まえると、6000系が運用入りすれば、
16000系の第3編成も続いて廃車となるかもしれません。第3編成は、大井川鉄道への譲渡から20年、そして製造から56年が経過しています。塗装が剥がれたところは部分的に塗られ、丁寧に扱われていることがわかりますが、それでも車内外には老朽化が進んでいることが伺えるところも多く、先は長くないようです。この車両特有の設備である、開くドアの位置を示す表示灯も、間もなく見納めとなりそうです。近鉄ではまだ引退の兆しのないこの車両、大井川の大パノラマを満喫できる、大井川鉄道で最後まで残った大型窓を有する車両だけに、早めに乗っておきたいところです。ご視聴ありがとうございました。